はい、皆さんこんにちは、OL すみれです。今回はですね、もうだんだん冬になってきて、毎日寒く感じることが多くなってきたと思うのですが、そこで心が最高に温まるドラマ、応答せよ1988を紹介していきたいと思います。あらすじ、キャスト、見どころなんかを熱く話していきます。ネタバレはしていませんので、見たことある人もない人も楽しめる動画になっています。ぜひ最後までご視聴ください。まずそもそも応答せよ1988というのはどういうドラマなのかというのを説明させてください。応答せよシリーズというのはカンドラファンの皆様であれば聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。応答せよシリーズは当時視聴率が低かったケーブルテレビに確変をもたらした3作に及ぶ超人気シリーズです。第1作が応答せよ1997、第2作が応答せよ1994、そして第3作が今回紹介する応答せよ1988。タイトルの年代で言うとだんだん古くなってきているので、どれから見ればいいのと最初思うんですが、結論から言えばどれから見ても問題ありません。話がつながっているわけではないので、どの作品から見ても話についていけないということはありません。ただし前作の出演者がカメオ出演をしているんですね。なので放送された順に1997、1994、1988の順で見るとカメオ出演の部分も楽しめるのでおすすめです。そしてこの応答せよシリーズの共通の概要としては婿さん探しです。ヒロインと結婚するのは誰なのか。舞台は彼らが高校生だった時代に遡ります。もう二度と戻ることのできない青春、懐かしいあの頃。結婚相手は誰なのか。ドキドキハラハラしながら最後まで見ることができます。3作の中で最も恋愛要素強めなのが1994。本当に誰と結婚するのか最後までわからないストーリーが見どころです。そして最も恋愛要素薄めなのが今回紹介する1988。この1988だけなぜかタイトルに恋のスケッチとついているんですが、実は一番薄めです。1997はその中間といったところですね。1988はもう家族の愛情、ご近所との絆、幼馴染との日常、本当に生活の一部を切り取ったような、誰にでも経験するようなことが描かれているのが特徴です。ちなみに同じ監督脚本で制作された賢い一生活シリーズに一番似ているのが1988かもしれません。平凡な日々の中に起こる出来事に泣いたり喜んだり、3作の中でも最も共感できて最も泣ける作品だと思います。そんな中で幼馴染との気まずい恋愛模様を描かれているのが本当に素敵で甘酸っぱい。1988は全42話と長丁場ですが、1話40分程度と見やすく、終わる頃には寂しすぎて終わらないでとロスに陥ること間違いなしです。兄弟のようにして育った横町に住む幼馴染の5人。ドクソン、テク、ジョンファン、ソヌ、ドンリョン。18歳になった頃、5人の関係性に変化が訪れ始めます。同じ家の1階に住むドクソンが実は気になるジョンファンと、ドクソンが好きだと宣言するテク。ずっと変わらなかったはずの5人は、高校生という多感な時期を迎え、大人になるにつれてそれぞれへの思いを明確にしていきます。横町という近所との距離がゼロ距離な町で、温かくパワフルな親たちに囲まれ、受験、将来、親子関係、友情、そして恋愛、いろんなことに悩みながら少しずつ大人になっていく、そんなお話です。ヒロインドクソンを演じるのはアイドルグループガールズデーのヘリ。今作をきっかけに女優業を本格化させました。ドクソンは勉強こそできないものの明るく元気活発で心が綺麗な女の子。いつも姉のボラと激しい喧嘩をして負けてばかり。そして幼馴染5人組の中の唯一の女の子でもあります。その可愛すぎる愛嬌に1話目からドクソンの魅力の虜になるはずです。大人になるにつれて可愛い女の子から綺麗な女性へと変貌を遂げていくのもポイントです。そんなヒロインドクソンを好きになる一人目の幼馴染テク。
テクを演じるのは俳優パク・ボゴン。彼もまた今作がブレイクのきっかけとなりました。テクは囲碁の天才で学校には行かず、プロとして世界で活躍するワールドスター。しかし囲碁以外は何もできない不器用で純朴な男の子。パク・ボゴム史上最もなよなよした役を演じています。が、私は彼の作品の中でテクが一番好きです。なよなよしてるのに独尊を思う一途な気持ち。ここぞという時に見せる男らしさが最高です。そして独尊を好きになる2人目の幼馴染ジョンファン。ジョンファンを演じるのは俳優リュ・ジョンヨル。彼もこのドラマをきっかけに人生が変わった一人です。ジョンファンはテクと違ってぶっきらぼうな態度をとってばかり。不愛想であまり自分の感情を口には出しません。しかし心の中では独尊への優しい思いでいっぱい。いわゆるツンデレです。ときめかない女子はいないはず。そんな二人が独尊を好きになるわけですが。あ、ちょっと待ってください。今、テクの圧勝やんって思った方いますか？正直に手を挙げてください。わかります。気持ちはわかります。テクの顔面が強すぎるから気持ちはわかります。でも違うんです。ジョンファンは最高にかっこいい男です。テクの甘いマスクに負けないくらい、独尊を思う気持ちが本当に素敵な青年です。テクの圧勝だと思った人こそ今すぐドラマを見てきてください。すぐに私の言っていることが理解できるはずです。もちろんここでは最終的にどっちと結婚するのかは言いません。ぜひドラマを見て、どっちと結婚してもハッピーエンドだなって思える2人のメンズにハマってみてください。キャスト紹介に戻ります。幼馴染4人目、ソヌ。ソヌを演じるのは俳優コ・ギョンピョ。本作に出演する前からドラマには多数出演していましたが、さらに知名度を上げるきっかけとなりました。ソヌは成績優秀な生徒会長。ある人にずっと片思いをしています。母子家庭で育ち、母親も幼い妹も支える正義感の強い青年です。幼馴染5人目、ドンリョン。ドンリョンを演じるのは俳優イ・ドンフィー。彼もこれまでにドラマには多数出演していましたが、本作をきっかけに注目を浴びました。ドンリョンは独尊と同じく勉強が苦手。いつも楽しいことをしているムードメーカーのような存在です。コミカルなセリフと動きが最高です。この5人の幼馴染を中心に、それぞれの親や兄弟との横町での暮らしが描かれています。独尊の両親は応答せよシリーズでヒロインの両親を3作にわたって演じました。見どころ一つ目は何といっても温かい人間関係。横町のみんなから愛されて育つ関係性は現代社会にはないものです。そこで過ごした時間は一生の宝物。皆さんも横町と横町のみんなが大好きになるはずです。見どころ二つ目は懐かしい時代。舞台はソウルオリンピックが開かれている1988年。自分の携帯ではなく家の電話で好きな人と連絡を取り合ったり、シャワーではなく桶の水で頭を洗っていたり、レトロなファッションや当時流行っていた音楽も素敵です。自分の年代と当てはまっていなくても青春時代を思い出させてくれるのがポイントです。見どころ3つ目はキスシーン。応答せよ1997で生まれたソ・イングクの確認キスも有名ですが、今作でのキスシーンもとっても魅力的。ぜひ注目して視聴してください。はい、ということでいかがだったでしょうか。寒い冬を暖かいドラマで一緒に乗り越えましょう。ちなみにドラマ終了後、独尊を演じたヘリさんとジョンファンを演じたリュ・ジョンヨルさんは熱愛が報道されました。現在も続いているようでファンとしては嬉しい限りです。また応答せよ1997の解説バージョンも出していますので、ぜひ覗いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アンニョーン。